岡本和真がタンパベイレイズ戦で今季10号ホームランを放ちました。この日、ブラディミール・ゲレーロジュニアが休養のため先発を外れ、その空いた3番打者という重要な役割を任されたのが岡本でした。それは単なるチャンスではありません。チームの中心打線を背負うことができるのかを試されるメジャーの中軸としてのテストでもありました。しかし岡本は初回の第1打席から全ての疑問を吹き飛ばします。相手先発はレイズの実力派右腕ドリュー・ラスムセン。各季2桁勝利を記録したハイレベルな投手であり、伸びのある速球と鋭く落ちるスライダーを武器に、特に右打者への内角攻めには定評があります。簡単に攻略できるタイプの投手ではありません。それでも岡本は全く慌てませんでした。ボールをギリギリまで引きつける。無理に引っ張らない。そして自分のタイミングが完成した瞬間、静かでありながら爆発力のあるスイングが振り抜かれました。打球は一瞬差し込まれたようにも見えました。しかしその打球はそのまま右中間スタンド深くへと伸び、トロントブルージェイズの本拠地は大歓声に包まれます。今季第10号ホームラン。そして何より印象的だったのはその方向でした。最近の岡本の本塁打にはやや引っ張り気味の打球が多く見られていました。そのため一部ではメジャー投手が本格的に外角攻めを徹底してきた時に苦しむのではないかという声もありました。しかしこの日の一発は違いました。センターから右中間へ伸びていく理想的な弾道。力任せに運んだホームランではありません。完璧なバランス、重心移動、そして最後まで崩れない軸。まさに岡本和真らしいホームランだったのです。この一打が意味するものは大きい。それはメジャーリーグの球威や配球に対し、岡本が確実に適応を始めているということです。そしてさらに重要なのは、自分のスイングを失っていないという点でしょう。メジャーでは日本人打者が序盤こそ活躍しながらも、データ分析によって弱点を突かれ、苦しむケースが少なくありません。実際、多くのファンがデータが揃ってからが本番だと語ります。しかし、その分析自体は岡本にとって決して初めてのものではありません。読売ジャイアンツ時代、岡本は長年4番打者として徹底マークを受け続けてきました。相手球団は毎年変化球攻め、内角攻め、守備シフトなどあらゆる対策を講じてきました。それでも彼は毎年ホームランを積み重ね、中心打者として生き残ってきたのです。つまり重要なのはデータの存在そのものではありません。そのデータを実際の試合で再現できるのか、そしてその対策に対してさらに修正できるのか。今の岡本はまさにその修正能力を見せ始めています。特にメジャーリーグでは右打ちの長距離砲の価値は非常に高い存在です。左打者より不利とされる球場構造、深い右中間、厳しい内角攻め。その条件下でも長打を量産できる右打者はリーグ全体でも貴重な存在です。鈴木誠也がそうであったように、岡本もまた日本人右打者スラッガーという希少価値を証明し始めています。さらに、もし三塁守備でも安定感を見せ続けることができれば、その評価はさらに大きく変わっていくでしょう。メジャーリーグで日本人内野手が成功することは決して簡単ではありません。松井慶道、岩村明則、井口資人といった名選手たちでさえ適応には苦労しました。それほどメジャーの内野は打球速度も試合テンポも別次元なのです。それでも岡本は今、三塁守備でも少しずつ存在感を示し始めています。打撃だけではない。メジャーの野手として生き残る基盤そのものを築き始めているのです。そして何より興味深いのが、同時期にメジャーへ挑戦した村上宗隆との比較でしょう。村上が圧倒的な長打力と爆発力で注目を集める一方、岡本はより安定感があり、完成度の高い形でチームに溶け込み始めています。長打力を持ちながら、打線全体を機能させる能力にも優れている。そして、チャンスでの重圧に耐える経験値も非常に高い。長年ジャイアンツの4番を任されてきた経験は、やはりメジャーの舞台でも大きな武器になっています。そして今、トロントのファンも気づき始めています。この選手は、単に日本で知名度が高かっただけのスターではない。速球にも押し負けず、外角球を逆方向へ運び、大舞台で存在感を放てる、本物の中軸打者なのだということを、